もう人生のどんでん返し、人生のメリーゴーラウンドという感じでしょうか。すごかった。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳ワフです。今日は3月歌舞伎座初日に来ました。いい天気ですね。今月は鏡山、そして三人吉さ投資があるんで楽しみです。それでは3月歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴー。私のランキングですけども、3つの観点でつけてます。私のドーパミンが上がったか、ワクワクしたか、ドキドキしたか、そして2つ目、私がもう一度見たいか、一幕見席でももう一度見たいか、そして3つ目は、歌舞伎を初めて見る方、または歌舞伎初心者の方にもお勧めしたいかという3つの観点でつけています。夜の部のランキングを発表します。夜の部、祝う春小引のにぎわい、これは全体の6位です。今、祝う春小引のにぎわいが終わりました。17分の王朝もの、その踊りを見せるという舞台でした。これは三人吉さの前に全然違う厳かで雅な雰囲気を、まず場内を温めるという作品かと思います。パーッと幕が開くと、まず松葉目が出てきます。全体的にこの背景が少しほわっとした少女漫画の世界のような背景です。御所の中でいろんな大臣や女御が次々に踊るという趣向です。途中素晴らしいなと思ったのは、これは歌唱さんと慎吾さん、2人がそのリーダー役ですけども、慎吾さんのこの指先、そして十二単のような着物の袖を見ていると、少し幻惑されたようなめまいがするというんでしょうか。ゆったりとしたひらひらとする動きに、脳内がトリップするように感じました。そして最後は帝ということで、梅玉さんが出てきます。梅玉さんが、寂右衛門さんと海春さんを従えて、舞うと。そして最後はみんなで、この踊りが、全部で、11名の踊りになりますけども、荘厳な踊りをして、終わりました。松から背景が桜のシーンに変わるところ、パーッと舞台の左右に開くという珍しいこの背景の転換でした。そして次にぼわっとした桜から、とてもはっきりとした花びらは、ソメイヨシノでしょうか。そういう桜の中でも2段階に変わるという、本当に今源氏物語の世界のような、夢のような舞の世界でした。これは、今回上演されるのは2回目ですけども、最初は今の歌舞伎座が、新しく新装開場した1年目のお祝いとして、作られた新作の舞踊ということです。そして中には鳳凰も出てくるんで、ぜひ背景もお楽しみください。以上、夜の部の1演目目でした。投手狂言三人吉さ巴の白波、序幕と2幕目、これは第3位です。今三人吉さ巴の白波の
序幕と2幕目が終わりました。いやー、一番最初に落とせの左近さん出てくるんですけども、なんかピュアでとても可愛く美しかったです。そういう意味ではこの落とせの左近さんプラスこの三人吉さ、お嬢吉さを時蔵さん、そしてお坊吉さを隼人さん、そして、今日は A プロなんでお嬢吉さを松緑さんがやってます。それに染五郎さんが2幕目で十三郎という役で出てきて、そして最後家禄さんが伝吉という役で出てきますけども、いや役者さんがとても揃っていて、いや見応えがあります。最初の大川端、3人の吉さが出会って、で落とせからお嬢吉さが盗んだ100両をめぐって最後は一致団結をすると不思議な運命を感じるという場面、本当にここだけで単独で、上演されるところです。そこもいいんですけども、実は、2幕目が私はとてもいいと思いました。なんか全体ひたひたと謎が謎を呼ぶという感じです。2幕目、きちんと頭に入れていただきたいのはこの人間関係です。実は家禄さんの伝吉の娘がおとせだと。で久兵衛、これ吉三郎さんがやってますけども、久兵衛の息子が十三郎染五郎さんです。でも実はそれは拾ってきた子だということで、実のところは全部伝吉の娘がおとせ、そして息子が十三郎、そして実はお正吉座も伝吉の息子だという設定です。そこを頭に置いて、ぜひ見てください。でこの2幕目割下水伝吉のうちでは、このお正吉座が、自分の父親のところに心配になって見に来る。でもこの伝吉、家禄さんはお正吉座が泥棒なのを知っているということで、釣れなくします。お正吉座が100両持ってきたと。で本当伝吉必要なのにそれを断ってしまいます。でもそっと家に入って置いていくお正吉座、このちょっと親子父親に理解されない悲しさが現れています。そしてその後十三郎とおとせが実は双子の兄弟、兄と妹なんですけども、2人で仲良くなってしまいますという禁断のこの兄弟姉妹の愛というのも描かれます。そしてこのおとせもよだかですし、この伝吉のところには、よだか、いわゆる江戸時代の娼婦、娼婦の中でも一番格の下の娼婦たちの生活も描かれます。そしてその置いてあった100両を伝吉が間違って武兵衛という男に投げてしまう。で武兵衛はそれを奪って逃げる。でそれを伝吉が追う。ここにお坊吉さんの隼人さんが登場します。いや隼人さんのクールなスロー人ぶり、かっこいい凄みありました。そして隼人さんのものになった100両を伝七が取り戻そうとする。伝七実は昔は盗人だった。で庚申丸という名刀を盗んだ。でも女房もそれをもとに死んでしまったということで改心します。でもその100両のためなら、十三郎がなくしてしまった100両のためならということで、首にかけてた大きな数珠をパーンと取って、
お坊吉座を隼人さんに向かってきます。でもそこでタトゥー、入れ墨も見せながら戦うんですけども、前より年の差でしょうか、切り殺されてしまいます。でそれを見つけたこの十三郎と落とせ、さあこの後どうなるのかというところで2幕目は終わりました。そして落とせのその可愛さと十三郎の染五郎さんが、いつものキリッとしたかっこいい染五郎ではなくて、ボンボンという感じですね。ちょっとなよっとした守ってあげたくなるような、染五郎さんです。なかなか貴重なこの染五郎さんも見てください。隼人さん通しでのお坊吉座は初めてだそうです。このやっぱり大敗的な、風情でも武家育ちの品、かっこいい眠り京四郎かという感じです。染五郎さん、やっぱり姉と妹でちぎりを結ぶというドロドロと刺激的なんですけども、でもすっきりしてるんですよね。この染五郎さんと左近さんのこのカップル、透明感があります。そしてこの家禄さん、裏社会の人間、伝吉のこの数奇な運命、家禄さん、なんか凄み迫力があるんですよね。年老いたでも昔のワルと、裏社会のワルという感じでした。さあこれからどうなるかということで、まずは畠もかみの三人吉さ巴の白波序幕と2幕目のレポートでした。そして三人吉さ巴の白波3幕目と大詰め、これは全体の第1位、おめでとうございます。今三人吉さの最後の3幕目と大詰めが終わりました。すごすぎる。三人吉さのこの後半は私好きですね。なんかもう胸に迫るものがあります。もう人生のどんでん返し、人生のメリーゴーラウンドという感じでしょうか。すごかった。まず吉祥院の場から始まります。この舞台セットがいいんです。古いお寺で、天女が飛んでます。そこぜひ味わってください。襖には蓮の花もある。昔はきっと映画を誇ったお寺、そのでも寂れたお寺にお正吉座がいます。そこにお坊吉座が訪ねてくる。でも捕らえるかもしれないという中で、訪ねてくる。そして一旦隠れる。そこになんと殺された父親を探して、十三郎の染五郎さんと、そしておどせの左近さんが来ます。仲良く来ます。でそこでお兄さんのお正吉座とお話をする。父親が殺されたんだとびっくりするお正吉座。でも実はお寺の中にお坊吉座、そして実は欄間のところにはお正吉座が隠れている。そこで畑とそのお兄さんのお正吉座は思いつく。墓場で待っててくれと言って、なんとそこで自分の妹と弟を殺そうとしてしまう。そして殺してしまう。そこの左近さんと染五郎さんが美しい。なぜ殺されるのかと。で彼ら二人にはお兄さんのお正吉座、義兄弟のちぎりを結んだ二人を助けるために死んでくれと。染五郎さん分かりましたと納得してしまう。そして切られて二人は死んでしまうんですけども、その時にお兄さんの足元に二人ともすがって死んでいく。すごい。見てください。でも本当はそのお兄さんの正吉座
が2人を殺したのは、2人が実は兄弟なんだけども、契りを結んでしまう、愛し合ってしまうというそういう人間として許されないことをしたから殺したと。そしてその2人の首をお嬢吉座とお坊吉座の代わりにすると。そしてお嬢吉座、そしてお坊吉座に逃げろと。その時に光神丸という実はお坊吉座が探していた刀もお嬢吉座が持っていることが分かる。そして100両も見つかる。そして2人はバラバラに逃げていく。そこから次の火の見櫓の場、ここ八百八七も元にされてます。雪の中でお嬢とお坊が別々に来る途中、この江戸の木戸が閉まってる。その木戸は櫓の太鼓を叩くと開くと。で2人は会うため、そしてお嬢吉座を救うために取り手と戦って、そしてお嬢とお坊が協力して太鼓を鳴らす。お嬢吉座の時蔵さんの声がビブラートがかかってるんですよね。そしてなんとここは音楽は清本と竹本です。この対照的な、2つの音楽がこのドラマチックな場面を盛り上げました。最後は無事に太鼓を叩く、雪の中で叩かれる。そして木戸が開く、お嬢吉座が、来て3人が集うと。そして取り手と戦う中でどうなるかというところで終わりました。もうドラマチックな塊です。ぜひ3人吉座通してやることが少ないんで、生の舞台を見てください。おすすめです。あの時代盗人として生きるしかなかった者たちの悲しさがある物語、時代に翻弄される、いろんな人生の親に翻弄される。そしてそれには親も絡んでくるという運命も受け入れて必死に生きるこの若者たちの生き様、素晴らしかったです。以上、三人吉座巴の白波の後半のレポートでした。もうこの3月の大歌舞伎、ぜひ昼の部投手狂言、そして夜の分投手狂言、それもなかなかかからない鏡山五日の岩藤、そして夜は三人吉座巴の白波の投手です。ぜひこれ物語を楽しんでください。安い席でもいいんで投手で見ることをお勧めします。または一幕組を組み合わせて見てください。ということで、ぜひ今日もいいねをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。歌舞伎愛というみんなで作る歌舞伎のワイワイ、感想を語るサイトもやってます。ぜひご覧になった方、今月特に A プロ B プロあるんで、今日私 A プロ見ましたけども B プロの感想もぜひそちらにお書き込みください。みんなでシェアしましょう。そこに最新のテレビまたは雑誌やウェブの情報も載ってます。ご覧ください。今月の世田谷文学館の歌舞伎を深く知るため、理解するための講演、これは3月26日14時から、これはおのおのして方コンパ流の高橋忍さんに講演いただきます。おのを元にした歌舞伎も多いです。おのも理解しましょうということで、今日は3月歌舞伎座からお届けしました。ダイナミックな月でした。感動の月でした。ぜひ生の舞台をご覧ください。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それではまた。